皆さんこんにちは、アンリです。今日は自民党が AI 政策の新しい指針として AI ホワイトペーパーに点0 AI 駆動型国家への構造転換を発表したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によると、自民党のデジタル本部、つまりデジタル政策を担当する党内組織が5月19日に最新版の AI ホワイトペーパーを公表しました。文章を取りまとめた中心人物は平正明、いわゆる平正明議員で、過去にはデジタル大臣も務めたデジタル政策の実務派議員です。今回のホワイトペーパーはサム・アルトマン、つまりオープン AI の最高経営責任者ジェンスン・ファン、つまり NVIDIA の最高経営責任者ダリオ・アモデイ、つまりアンソロピックの最高経営責任者シェーン・レッグ、つまり Google ディープマインドの共同創業者、こうした世界の最先端 AI 企業のトップ4人と平議員が直接議論した内容をベースにまとめられたと説明されています。タイトルにある AI 駆動型国家への構造転換というフレーズは、日本という国家を AI が基盤として動く国に根本から作り変えるという強い意志を示しています。同時期に経済産業省は GENIAC、 つまり生成 AI 基盤モデル開発支援プログラムの第3期採択を5月14日に発表し、製造業 AI レディー化プロジェクト9件とロボット基盤モデル開発2件を選定しました。それではこの自民党 AI ホワイトペーパーに点0の中身と私たちの暮らしに何が変わるのかを4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは AI ホワイトペーパーに点0の具体的な政策の中身です。文書は4つの柱で構成されています。1つ目の柱は計算資源、つまり GPU などの AI 計算インフラを国内で確保するという方針です。これはラピダスや桜インターネット、ソフトバンク、KDDI、こうした国内インフラ事業者を支援し、 AI 学習に必要な GPU クラスターを国内に十分に揃えるという方向性です。2つ目の柱はデータ整備、つまり AI に学習させる日本語データと産業データの整備と流通です。日本は医療データ、製造データ、金融データといった産業特化データの量と質で世界トップクラスにあるとされていますが、これまで企業や省庁の縦割りで AI に使える形に整備されてきませんでした。ホワイトペーパーに点0はこれを国家プロジェクトとして整備する方針を打ち出しています。3つ目の柱は人材育成、つまり AI 人材を年間10万人規模で育てる目標です。具体的には大学のカリキュラム改革、社会人リスキリング、海外 AI 研究者の招聘、この3つを組み合わせる構想です。4つ目の柱は規制と利活用のバランス、つまり AI 推進法と AI 事業者ガイドラインを現場で使える形に磨き直すという方針です。この4つの柱が相互に連動して AI 駆動型国家への構造転換を進めるという青写真がホワイトペーパーに点0の中身です。2つ目のセクションはなぜ AI 企業のトップ4人と平議員が直接議論したのか、その背景です。サム・アルトマン氏は2026年に入ってから複数回来日しており、日本政府の関係者と密接にコミュニケーションをとってきました。ジェンスン・ファン氏は NVIDIA の GPU、つまり AI 学習に不可欠なチップの最大供給者であり、日本の AI インフラ投資の方向性に決定的な影響を与える人物です。ダリオ・アモデイ氏はアンソロピックの最高経営責任者で、クロードシリーズを開発しており、日本では日立、NEC、アクセンチュアといった大手企業との戦略提携を立て続けに発表しています。シェーン・レッグ氏は Google ディープマインドの共同創業者で AGI、
つまり汎用人工知能の開発を長年リードしてきた研究者です。この4人は世界の AI 政策に最も影響力を持つ、いわゆる AI フロンティア4人衆と呼ばれることがあります。平議員がこの4人とそれぞれ別個に議論できる立場にあるということ自体が日本の AI 政策にとって貴重な財産です。同時期に米商務省のキミット商務次官が5月7日にワシントンで在米日本企業向けに米国の AI 輸出政策への参画を要請する講演をゼトロ、つまり日本貿易振興機構の場で行いました。米国の AI 政策に日本企業を組み込むという流れと自民党の国内 AI 政策が同時並行で動いているというのが5月の構図です。3つ目のセクションは経済産業省の GNIAC 第3期と自民党のホワイトペーパーがどう連動するのかです。 GNIAC は経産省が日本国内の基盤モデル、つまり AI の中心となる大規模モデルの開発を支援するプログラムです。第3期、つまり最新の採択結果が5月14日に発表されました。製造業 AI レディー化プロジェクトとしてトヨタ、デンソー、コマツ、ファナック、こうした製造業大手と AI スタートアップが組む9件のプロジェクトが選ばれました。さらにロボット基盤モデルとしてロボトラックというマルチモーダル世界モデルとディフュージョンプランナーを組み合わせる技術的に最先端のプロジェクトが2件採択されました。NEDO、つまり新エネルギー産業技術総合開発機構は5月18日から追加の公募も開始しています。自民党のホワイトペーパーが方向性を示す上位指針だとすれば GNIAC は実装のための予算配分メカニズムです。両者が同じ5月にリリースされたというのは政策と予算の同期を意味します。これは日本の AI 政策がこれまでの研究の自由段階から国家戦略としての配分と統治段階に移行しているということです。4つ目のセクションは政策と企業の現場とのギャップです。先端教育オンラインが5月に発表した調査によると、日本企業のうち生成 AI に関する正式なルールを策定済みである企業は 12% に過ぎず、一方未策定と回答した企業は 31% に上ります。つまり約3分の1の企業が AI 活用ルールをまだ整備していないというのが日本企業の現状です。 AI 推進法は2025年に成立し AI 事業者ガイドライン 1.2 番も改定されましたが、これらが企業の現場に浸透しているかというと明確にギャップがあります。ホワイトペーパーに10が AI 駆動型国家という壮大なビジョンを掲げる一方で、足元の企業の3分の1は社内ルールすら整備できていないというのが現実です。このギャップを埋める仕組みが今後の重要な論点になります。具体的には業界別のガイドライン整備、中小企業向けの AI 導入支援補助金、社内研修プログラムの標準化、こうした現場目線の施策が必要です。平議員と自民党はホワイトペーパーに10で方向性を示しましたが、それを現場まで届ける実装フェーズがこれから始まります。ここまでの整理をまとめます。自民党が AI ホワイトペーパーに10 AI 駆動型国家への構造転換を発表しました。平正明議員がサム・アルトマン、ジェンスン・ファン、ダリオ・アモデイ、シェーン・レック、世界の AI フロンティア4人と議論した内容をベースにしており、計算資源、データ整備、人材育成、規制と利活用バランスの4つの柱で構成されています。経済産業省の GNIAC 第3期も5月14日に製造業 AI レディー化9件とロボット基盤モデル2件を採択し、政策と予算の同期が進んでいます。米商務省のキミット商務次官が
5月7日に在米日本企業に米国の AI 輸出政策への参画を要請する講演も行いました。一方、企業現場では3分の1が AI 活用ルール未策定という明確なギャップがあり、ホワイトペーパーに10.0の実装フェーズがこれから問われます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。